トリロジーは40代50代からの健康を心と体とスパイスのスペシャリストがちょっと変わった角度からお伝えするチャンネルです。お気軽に楽しんでください。さっきのなんだっけ、木の実が落ちたどうって話は。ああ、そうですそうです。木の実の落ちたやつは宗教の話です。ジャイナ教とかの話ですね。そのヨガもインドの宗教というかが元になっているというか、でヒンドゥー教の教えがすごい多分強く関係しているのかなと思うんですよね。なのでヨガと、インドの宗教っていうのは多分密接に関係があって、ただ宗教の流派とかの中でもいろんなこの信仰が多分インドの中にも大きな国なんであって、戒律がすごく厳しい流派もありますよね。でさっき言ったジャイナ教とかだと食事に対しての規律もすごく厳格なんですね。でヨガをやってる人は、ベジタリアンの方も多くて、ヨガは食事もすごい大事にするんですけど、それもインドの宗教がちょっと関係している。でもとはいえジャイナ教とかだと食べる食事は木になっている木の実や果物っていうのも口にはしてはいけない。木から落ちたものではないと食べてはいけないし、摂取していけないので、そういうところが、そう虫が蚊が止まっても殺してはいけない。蚊取り線香とか焚いちゃいけないですよ。こうやってるそれはいいんじゃないですか。それはきっといいんですよ。これはいけないです。叩くなる。フーってね、フーも良くないかもしれない。あ、そっか。フって言って。大丈夫かな。そうでもインドにあるカイバリアダーマっていうすごい有名な大きなインドのヨガの学校があるんですね。どこにあるんですか？それはデリーですか？デリーじゃないですね。南の方ですか？どこなんだろう。ちょっと場所はわからないですけど。この辺に出てるかもしれない。そうだ、お願いします。どこか知りたいですね。そうで日本人の人もそのカイバリアダーマまで行って講義を受けに行ったりもするんですけれども、行った友達に聞いたらね、でもそこの先生が余裕で顔をバチって殺してたって言った。なるほど。だからなんかどのくらいそういうことを大事にするのかっていうのは、結構その色の濃さは違うんでしょうね。いや面白いね、そういうのね。もう本当に。そうね。殺しただろう。その宗派が同じ仲間でね。すごいね。いろんな人いるよ絶対。そんなね、けど厳格なところはもちろん厳格な人もいると思うし。そうですね。大事なのは私の考えですけど、その厳格にするからヨガの教えがすごい深まるかっていうと、そうではないかもしれないというふうに思うんですよね。人によってどういうふうに練習していくのがいいのかっていうのは多分100人いれば100個違うと思うので、やっぱり一応そのルールというのを学んで、それをどのくらいの濃さでやるかっていうのはやりながら自分でこう考えていく必要があると思っていて、あと例えば年齢とか体力とか家族構成によっても違いますよね。昔はその山にこもってヨガの修行をしていたんですね。世俗を捨てて、要は出家してヨガって学ぶものだったんだけど、それを在家でも普通の家族を持って仕事をしながらヨガを学べますよってしたのが現代のヨガ、アシュタンガヨガなどの現代のヨガなので、ということはその一般の生活とヨガの学びっていうバランスをとっていく必要があるので、全てをその絶対に食事はネギを食べないで絶対に顔を殺さないでどんなに残業があっても朝5時には絶対起きてみたいな生活が果たして30年50年続くのかっていうと難しいかもしれないでしょ。だから例えば40代でできたけど50代から少し変えた方がいいなとかっていうことも起こると思いますし、自分のヨガっていうのをある程度探しながら、でもヨガっていうその教えに対しての
尊厳を持ってやっていかないと、そのエネルギーが関係しているので、自分が学んでる教えを信じないと多分ね学びって深まらないんですね。だから敬意を持って練習していくっていうのはすごく必要です。すごいな、深いな。そうですか。いい言葉だった。本当、わかりますか？よかった。いやすごい最後深い言葉だったから。自分がやってる行いっていうのが結局自分自身なんですね。自分がこう喋る言葉っていうのも自分自身ですし、例えば自分の食べるものとか自分が排出するものとか捨てるゴミだって自分自身を反映しているので、そういうものを雑に扱うっていうのは自分に対して雑に扱っていることになってしまう。結局は自分を傷つけることになってしまうので、やっぱり自分の全ての周りのこと含め大事にしていくのがヨガ的なのかなと思っています。なるべくね。じゃあもうこれはもうヨガのクラスを開講しますってここに書いてある。もうね、もう本当にここでね、シントリロジーヨガクラス。心をきれいにするヨガ。いやだけどいい話。いやそのぐらいなんかいい話をね聞かせてもらっちゃって。アシュタンガヨガのクラスに来る方見てると、私が見てる範囲ですけど、お国柄の傾向っていうのもやっぱりあるなと思っていて、日本人はやっぱりすごい真面目で頑張らなくてはいけないっていうタイプの方が多くって、それはすごい素晴らしいことでもあるんだけど、ヨガは自分に対してやっていくことなので、頑張りすぎることはなくって、だから頑張りすぎる人は少しずつ頑張らないいい練習、ちょうどいいぐらいのバランスを見つけていくといいですし、サボりたい人は頑張らないといけないし、ね、その辺のバランスというか、そのやっぱり濃度っていうのはね、人によってやっぱり違うし、伊勢君は今ちょっと足が痛い状態ですが、そういう人はあんまりヨガの動きの練習はねもちろんしない方がいいわけで、体の状態によっても、練習は変わってきます、けど今日の呼吸法はもういつでもできるので、怪我しても忙しくてもできますから、ちょっと入れたいですね、自分のライフワーク。鼻うがいの後ですかね。いいですね。そうです。鼻浄化して通ったところで。通った後にやりたいですね。2分ぐらい。でその後にまた入れていきます。加えていきます。次回会った時に聞きますね。やったかなって、毎日やりましたかって聞きますね。もう一つちょっと増えた感じがしましたね。自分のやることがルーティーンでね。そうルーティーンになってしまうといいはいいですね。そうね。確かに。私そういえば食事についてお伺いしたかったんですけど、インドの人たちって1日何食食べるとか何時に食べるみたいなのってあるんですか？何時でしょうね。朝、あんまり考えたことないんですけど、どうかって言えないんですけど、夜は遅いのは夜遅いんですね。夜遅いんですよ。揃うまでやはりみんなで食べるっていうのがあるから、だから夜は遅いっていうのがすごく家族向こうでお世話になった時はありますよね。で朝はなんかこうなんです適7時とか、だからその前にやっぱある程度なんか物事をやりたい人は例えば掃除であったりとか、それを終わらしてから7時ぐらいでみんな食事とってました。で昼ご飯は普通に自分の取りやすい時間にとって、でちょっとこう3時のおやつじゃないですけど、そういう時にチャイとか、あとビスケットとかをね、よく出されましたよね。おやつもあるんですね。おやつの時間。それチャイなんだ。チャイですね。だからそこら中チャイ屋やってるので、僕なんか飲んでんですけど、そこの家でお世話になった時は必ず夕方前ぐらいにね、ちょっとチャイを飲んでよく飲んでましたね。やっぱり甘いものを飲んだり食べるということなんですか？おやつは。ですかね。ゲストみたいなもんだったんで、だからクッキーはつけたりとかじゃないですかね。でいらないって言えば別にチャイだけでもね、飲んでね、クラシーとかねできるし、
あんま食べないで気をつけなくちゃいけないとかそういう考えてる人もいるだろうし、まあいろいろだと思いますけど、クッキーに関して言うとやっぱりいろいろなんですね。遅いって夜遅いっていうのは具体的に何時ぐらい8時とか9時とかでしたね。遅いですね。遅いですよね。日本って早いですよね、この7時、夜の19時とかね、で20、21時とか。なるほど。で食べたらじゃあすぐ寝るんですか？いやー結構なんかいろいろとやりながら、多分ヨギの人じゃないので、だから早寝早起きとかじゃないみんながヨギなわけじゃないのね。そりゃそうだ。人によって。ですんで、まあ食べてしばらくこう話して、でまああれじゃないですか、それぞれの時間で寝るんじゃないですかね。なるほど。夕飯はボリュームはどうなんですか？ボリュームありますね。ある時はあるし、やっぱ調節はしますよ。だから質素な、うちなんかは質素だったと思いますよ。祖父が生きてた頃なんかはすごく質素ですね。それはおじい様がベジタリアンのサブジと、あとチャパティとあと豆カレーぐらいだったの。ああ、いいですね。3品から。優しいサブジ。そうです。あれはもうサトビックの。あ、そっかそっか。あれはさらに優しい。そっかそっか。さらに優しい。さらに優しいです。私でもこの間のそのサブジ、サトビックサブジすごい気に入って、家でも一回作ったんですけど、そこから自分の野菜炒めとかにはもう毎回クミンとターメリックとシナモンは適当にベーって入れるようにしてます。いいじゃないですか。嬉しいですよ、私もそうやってやってもらえると本当に。今のうちのターメリックがもうすぐなくなるので、そしたらぜひ買わせてください。オーガニックの。いやあれすごいよね。黄色はね本当にすごい。あれはすごいね。この色ですね。はい。あ、本当にその色ですね。いい色きてる。そんな話してお腹減ってきたからね、そろそろここは撤収して。だからこれ乗るか。乗る？いや、どっちでもいいですけど、もう話したからいい。いいか。もうそれよりご飯か。ご飯です。ご飯行きましょう。行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。